こんにちは、八雲太郎です。今回は3月に香港で行われたアートバーゼルとアートセントラル、これをまとめてお伝えしていきたいと思ってるんですけれども、なんせ人が多くて、アートフェア東京とかでもそうですけど、なかなか人が映り込んだりとか、とにかく動画が撮りづらい。プレビューって言ってもものすごい人がいるんで、なので時間はすごく短いですけれども、なんとか動画を撮ってきましたんで、一緒に見ていきたいと思います。ということで、早速ですけれども、香港アートバーゼル。まずは、バーゼルの方から見ていきたいと思いますけれども、なんせ人が多いです。香港のコンベンションセンターで開催されていますけれども、このね、入り口でまず荷物を預けなきゃいけないっていうね。これがですね、やたら並んでいて、それもめんどくさいという、ちっちゃいポーチとかでも預けろって言われて、なかなかめんどくさかったんですけれども、会場は1階と3階、2つに分かれています。VIP カードを持って入っていきますけれども、この VIP カードもいろいろ種類があるんですけれども、ここが入り口ですね。カードをスキャンして入っていくんですけれども、なんせ広いです。日本のアートフェアとやっぱり比較ができないぐらい広いので、大変ですよね。この規模で1階と3階。1階の方がメインというイメージでしたね。3階の方が割と新興ギャラリーが多かったような気がします。有名なブルーチップギャラリーとか大きいギャラリーはだいたい1階に集まっている感じでしたね。とにかくこの廊下が広いというか、ブースの作り方、会場も日本で言えば幕張メッセとかそういう大きいところでやってるような感じなので、なんせ作品と作品のこの間が広いんで、廊下も広いですし、見やすいですよね。目に入ってきやすい。で、今回、いろんな人といろいろ話をしたんですけれども、昔からバーゼルを見ている人だと、割と、アートバーゼルっていうのは結構、前衛的なインスタレーションっぽい作品が多くて、とんでもないなんじゃこりゃっていう作品も結構たくさんあったりとかして、度肝を抜かれるというか、何なんだろうこれは、みたいな、意味がわからないみたいなのが結構いっぱいあったんですよ。それと、僕も最後に行ったのは4年ぐらい前だったと思うんですけれども、その時の印象は、まともに、いわゆるキャンバスにアクリル画、キャンバスに油絵みたいな絵画という作品なんてほとんど2割ぐらいで、いろいろ、例えばこけしを積んであったりとか、いろいろ布で作ってあったりとか、お医者さんがなんか作ってとか、建築の人がやってとか、純粋で絵画っていう世界観はなんかほとんどなくなってて、やっぱり今はなんかそのコンテンポラリーアート、現代アートっていうのが全然違う局面に来てるのかなとかっていうふうに思うぐらい、規模感もそうですけれども、いろんなものがぶっ飛んでたというか、そういう雰囲気だったんですけれども、だから結構なんかバーゼル落ち着いちゃったねとか、あんまりなんか普通のフェアになってるね、みたいな意見もちょろちょろっと聞いたんですけれども、確かにその面もあるかもしれないんですが、個人的にはなんですけれども、冷静に考えると、このアートバーゼル3月に行われました。で、このアートバーゼルにアプライするときって、おそらく1年近く前とか、半年以上前にギャラリーがアプライをかけます。で、その時2022年の夏とか春の段階で、香港ってまだ隔離もあったし、めちゃめちゃ厳しいコロナの対策を敷いていたところで、実際バーゼルもできるのか、開催したとしても、そのオンラインみたいのだったらどうしようかなとか、いろんなそういう未知の過程の段階でアプライをかけてるわけですよね。で、アプライをするときに最近は特に昔はそんなごちゃごちゃ厳しくなかったんですけれども、アプライの段階で登録したアーティスト以外を持っていくとペナルティがあったりとか、なんかそういうのがあったり最近はするんですね。シッピングフィーもコロナでめちゃくちゃ上がってる。先が見えない、どうなるかわからないっていうところで、巨大な立体物、あとはこのインスタレーションっぽいものとか、絵画でもそうですけど、ものすごい大きい作品とかっていうのが、例えば香港とか中国とか日本とかだったらまだマシですけど、欧米、アメリカ、ヨーロッパからそれをシッピングで持ってくるっていうところのリスクがめちゃくちゃ高かったっていうところにあるのかなと思うんですよね。
たまたまこの香港に行く少し前にもうマスクもしなくていいよ、隔離もなくていいよっていう風になりましたけど、アプライの段階ではそれが未知数だったんで、割と動かしやすい絵画作品で、シッピングも抑えられるという、リスク回避みたいなところが今回のこういう全体的な形成になったんじゃないかなと、個人的には思ってます。と言ってる間にもうバーゼルの動画が終わってしまいますけれども、たくさんのギャラリーが並んでいるという感じですね。結論から言うとめちゃくちゃ良かったです。これ絶対見た方がいいです。で、草間さんの立体があったりとか、セカンダリーもすごい多かったなぁと思っております。村上さんがあったり、ジョナス・ウッドがあったり、個人的にはすごい好きなアーティストもいっぱいいました。ピカソとかシャガールとかそういったいわゆる印象派の作品もたくさんあったイメージですね。なのでやっぱり今回は結構安定した作品を持ってきたのかなという感じがします。さあ、そして今度はアートセントラル。これは別の入り口で同じコンベンションセンターなんですけれども、こう入り口から入って、左の奥エスカレーター上がっていくとバーゼル。で、右のエスカレーター上がっていくとセントラルっていう感じになっていました。今回、アートセントラルは、前はこう観覧車があったところのテントのところでがっつりやってた感じなんですけれども、今回、コロナが始まって、やっぱり参加するギャラリーも少し減ってますんで、会場も一緒に、ほとんど同時期にやるというスタイルになってますけれども、今回のセントラルの印象は、特にアジアのギャラリーがほとんどだったんじゃないかなと思ってます。最終日はものすごい混んだりしてましたけど、客層もアジアの人が多かったですね。だからアジアのアートフェア、今年のアートセントラル自体がアジアアートフェアみたいな、様相になってた印象ですね。日本、台湾、韓国、香港、中国、シンガポールみたいな、そういうギャラリーがギュッと集まってる感じがしましたね。なので、セントラルに行くと、バーゼルとはやっぱりちょっと違ったこのアジアのトレンド、このアニメーションっぽい感じだったりとか、キャラクターっぽい感じだったりとかっていう作品がやっぱりたくさんあって、どちらかというと、こっちの方がアジアで見慣れている雰囲気、作品の雰囲気が多かったかなっていう印象ですね。で、会場はワンフロアだけなんで、バーゼルの規模感から比べたらとても狭いですけれども、作品数は結構たくさんあって、やっぱりこれもちょっとそのコロナの影響というか、昔セントラルに出ていた結構大きいギャラリーも今回は出ていなかったりとか、いろいろ思惑というか、その当時のアプライの環境によってだいぶ変わったのかなっていう感じもしてますね。どういう状況であれ何が何でもここに出るんだっていうギャラリーさんはもちろんアプライ迷わずできたと思いますけれども。なので全体的にそうですね、すごいアジア色の強いフェアのイメージになっていました。会場の規模感から言うと見やすい規模感ではあるんですけど、日本でもよく見かける作品も多かったんで、もしかしたらこっちの方が楽しいっていう人もいるのかもしれないですけれど、やはり全体的に規模感というか、ブースも広いですし、作品も大きいし、現場に来てみないとわからないことがやっぱりあるなと思いまして、ぜひですね、香港だったり台北だったりいろんなところで大きいアートフェアありますけど、チャンスがあればぜひ行きたいですよね。僕も一アートラバーとしてはいろいろ回りたいなと思っておりますけれど。で、いろいろ聞いたところ、やっぱりそのアートセントラルもバーゼルもめちゃくちゃ売り上げあったみたいです。やっぱりコロナ今終わって、いろいろ日本のアートマーケットというかアートの事情も交錯している感じがしますけれどもね。今回の香港はとても大盛況だったようです。このチャンネルでもいろいろアートハブの話、やっぱり香港強えなっていうのはありますね。長年現代アートというかアートのハブで居続ける。そしてバーゼルがあってセントラルがあるみたいな歴史的なみんなが持ってる印象とか、やっぱり税制の問題とか、いろんな意味で、やっぱりアジアでは香港強いなという感じがやっぱりしましたね。
来年からはセントラルがこの規模感でずっとここでやるか、またテントのところに戻るのか、個人的にはテントのところからバーゼルって、歩くにはちょっと遠いし、タクシー乗るにはタクシーも捕まらないし、距離が短いし、一緒の場所にあるっていうのは、すごいありがたいというか、楽ですけどね。個人的にはあのテントの場所も嫌いじゃないというね。まだあるんですかね、あのテントは。今回の結果からすると来年はよっぽどのことがなければ、アプライするギャラリーも増えるでしょうし、前のバーゼルというか、そういうインスタレーションっぽいやつとか、絵画ではない作品も、シッピングとかの問題が解決していけば、また増えてくるんじゃないかな。ということで3月の香港アートバーゼルセントラルまとめて見ていただきました。短い動画でしたけれどもご覧いただきましてありがとうございました。ではまた。